皆さん、こんにちは。まなみです。今回は私の大好きなゲランのベース商品レビューをしていきたいと思います。で、こちらの2つなんですけど、まず、こちらの左側がテラコッタフルイドグローで、右側がテラコッタフルイドです。私はゲランのファンデーションをベスコスに選んでいて、パリウルゴールドスキンっていうラインの方なんですけど、それが大好きなんですね。私、11月19日が誕生日なんですけど、誕生月にデパコスを爆買いするっていうのを去年、一昨年ぐらいから始めまして、ゲランの商品をいろいろ買ったんですよ。このファンデーション。パウダーも今回使っていくんですけど、この、シャネルのパウダーよりも大きい 35g も入っているパウダーを購入しました。あとちょっと中身は出さないんですけど、このパウダーファンデーションも買ったりとか、これは今回使っていませんが、プライマーも購入しました。いろいろ買ったので、これからレビューしていくのが楽しみです。ということで、ちょっと関係ない話もしてしまいましたが、こちらのグローの方から商品説明を読んでいきたいと思います。こちらはですね、日焼け防止効果が書いていないので、もしかしたらないのかもしれません。で、発色展開で私は 0C クールを購入しました。これは口コミで 0N を購入した方が少し暗いっていう口コミを残されていたので、それよりは 0C の方が明るいということで、この色を購入しました。このファンデーションはメイクアップとスキンケアを同時に叶えるヘルシーグローファンデーション。軽やかに伸びるテクスチャー。肌にスッと馴染み、滑らかで素肌感のある自然な仕上がりが持続します。ロングラスティング処方になっていて、ツヤ感のあるふっくらとした肌が長時間持続。フレッシュなヘルシーグローが一日中続きます。潤いで満たし肌のバリア機能をサポートします。続けて使うたびに美しい肌へ。あと同じようなことが書いてありますね。このテラコッタフルイドの方も日焼け防止効果が書いていないんですが、こちらも同様に発色展開で、私はこれは 0N のニュートラル、やや明るめの色味を購入しました。パリウルゴールドスキンは 0.5N のカラーが私の肌に合っているなって感じたんですけど、そのパリウルゴールドスキンよりは暗めの色設定になっているっていうことで、今回 0N を購入しましたが、そんなに明るすぎないなって感じたので、すごく肌のトーンが明るい方はもしかしたら青い色がないかもしれないなって思いました。こちらの商品説明を読んでみますと、粒子の細かい軽やかなテクスチャーは素肌感のある自然な仕上がり、肌に伸ばすと空気のように軽いフォーミュラがスッと馴染み、適度なカバー力を発揮しながら自然光を浴びたような輝きをもたらします。パーフェクティングパウダーが皮脂を優しく吸着、エアリーなベールで毛穴や小じわなどの肌の凹凸、テカリをカバー。毛穴レスで滑らかな美肌へと導きます。ライトキャッチシマーが頬骨や鼻筋など顔の高い位置で光をキャッチ。自然光を浴びたような自然な立体感を与えますと書いてあります。で、ゲランのコスメってどれも香りが強いんですが、これも香りは強めです。メイクをした後も数時間は普通に香ってきましたし、その後は慣れてあまり香らなくなったのかなと思うんですけど、おそらく周りの人にはわかるくらいの香りかなって思いました。こちらがグローで、マットというほどマットでもないんですけど、テラコッタフルイドの方です。意外と手に出してしまえば明るさ的にはそこまで変わらないかなと思ったんですけど、グローの方がピンクは強めかな。私は普段標準色より少し明るめのカラーを選ぶことが多いんですけど、これを使ってもすごい明るすぎるとかって思わなかったので、普段少しだけ明るめが好きな方はゼロのカラーが合うと思います。ということで、ここからは塗っているところをご覧いただきますが、毛穴やニキビをアップでお見せしていきますので、苦手な方はご注意ください。それでは日焼け止めを塗っていきます。スキンアクアのヒアルロンセラム UV SPF50+PA4+です。今日は左側にグローを、右側にマットの方を塗っていきます。今日初めて使うんですけど、かなり緩いですね。毛穴落ちしないかが心配ですが、塗っていきます。で、かなり緩いので、広げるのはとっても簡単です。ちなみにこちらのスパチュラを使って塗り広げて、この濡らしていないスポンジで広げていきます。でも
薄く広がるナチュラルなファンデーションですね。毛穴落ちを心配していましたが、今のところはないかなと思います。本当にかなりナチュラルで素肌感っていうファンデーションですね。他のブランドだったら下地とかでもありそうなカバー力っていうくらいローカバレッジなんですけど、でもすっぴんよりは多少綺麗に見せてくれているみたいな仕上がりです。左側にグローを塗りました。かなりナチュラルなのが見てわかるかなと思います。で、ツヤ感なんですけど、日焼け止めだけを塗った方よりもツヤ感は多少抑えられていて、もちろんグローなのでこのツヤはありますが、綺麗なツヤだなって思いました。テカテカになる感じではないツヤなのが綺麗ですし、あとこの辺りの黒ずみとかもある程度カバーされているかなっていう印象で、全然透けて見えていますし、ぼんやりした赤みとかも全然見えているんですけど、すっぴんより多少綺麗に見えるっていう印象ですね。ナチュラルメイクが好きな方にぴったりなファンデーションじゃないかと思います。私はもう少しカバー力が欲しいなと思うものの、すっぴんと比べるとかなり綺麗な肌になっているので、意外と気に入りました。次はマットの方を塗っていきます。でもこれも意外と緩めですね。やはりこちらの方が粘度はあるので、広げにくいとまではいかないんですけど、グローと比べたら広げにくい方だなと思います。ただカバー力はこちらの方があって、でもミディアムくらいのカバー力かなと思います。今水で濡らしていないスポンジで塗っていますが、こちらに関しては濡らした方が広げやすいんだろうなって今思っています。ちょっと顎は濡らしてから塗ってみましょうか。このファンデーションはパリオルゴールドスキンの透明の下地があるじゃないですか。私ベスコスでもおすすめしたことがあるんですけど、それと合わせた方が伸びも良くて綺麗に塗れるんだろうなって思います。やはり水で濡らした方が綺麗に塗れますね。目の下に重ねたいので、おでこにもう少しファンデーション足そうか。おでこはこんな感じで、やはりグローよりもマットの方がカバーはされています。マットと言いつつも日焼け止めのツヤっとしている上から塗っているので、こんな感じ、セミツヤくらいの仕上がりになります。カバー力ですが、光を遮るとこんな感じで、やはりグローよりもカバーされていて綺麗なのと、あとカバーはされていると言ってもナチュラルめだなって思いました。最近ザ・セムのクッションファンデを気に入って使っていたんですが、それはカバー力が高いので、それに比べるとナチュラルだなって思います。この辺りとかザラつきが多少出ているかなと思うんですけど、スポンジを濡らして塗れば綺麗に塗れるような気がしますが、すごく汚いっていうわけではないので、今日はこれで検証していきます。グローを塗った時はとても綺麗だなと思っていましたが、やはりカバーされているこちらの方が綺麗ですね。で、ザラつきはあると言いましたが、毛穴落ちとかはなく、毛穴もほぼ全て埋められていますし、パッと見た時はとても綺麗です。それでは崩れ方を見ていきたいと思います。それではゲランのパウダーを新しく買ったので、パリオルゴールドスキンっていうシリーズは違うものなんですが、こちらを使っていきたいと思います。パフはふわふわですね。大きいパフで、このように穴が開いているので、今日はパフで塗ると大きすぎてうまく塗れなさそうなので、ブラシで塗っていきます。全体に塗っていきます。マット具合綺麗ですね。毛穴もぼかしてくれますし、ベージュのパウダーなので、色ムラも多少カバーしてくれて、シャネルのパウダーと近いんでしょうか。ただ、シャネルのパウダーも香りはあるんですけど、なんかそれよりも強い気がします。パウダーを塗り終えました。
で、こはこんな感じで、パウダーを塗ったらそこまで差は分かりづらくなったかなと思います。で、頬と鼻もさらっとさせました。このパウダーもいいですね。ゲランの商品って全て好きなんですけど、今のところ今回使った3つの商品、全て気に入っています。こちらは4時間後の動画です。おでこですが、パウダーをした直後よりは少しツヤは出ていますが、でも全然変わっていません。頬とかも全然変わっていないと思うんですけれども、多少ツヤが増したかなぐらいですよね。毛穴落ちとかよれもなく、そのままっていう感じなので、とても綺麗に維持されています。こちらは7時間後の動画です。おでこのツヤ感は4時間後よりやはり増していますが、まだテカテカっていうほどではありません。普段過ごしていて、こちらのマットの方だったら全然ティッシュオフはしませんし、こちらのグローは、そろそろティッシュオフしたいかなぐらいですね。ちょっと鼻なんですけれども、やはりこちらのグローの方がツヤ感は多いものの、マットの方もツヤっとなってきています。鼻もこんな感じで、少しテカってはいるので、この辺りでメイク直しをしたいんですが、今日はあと3時間見ていきます。特に汚く崩れたりもしていないですし、ダークニングはないかなと思うので、このツヤ以外は全然綺麗かなって思います。こちらは10時間後の動画です。おでこは10時間後だと左右差はあまりなく、両方ともツヤっとしています。ただテカテカではないので、空気が乾燥しているっていうのもあると思いますが、まだ全然綺麗です。頬と鼻もそんなに差がないかなと思ってきているんですけど、両方ともこの辺りが少しテカっているくらいで、汚く崩れたりとかはしていません。やっぱりゲラのファンデーションってとても崩れ方も綺麗で、いつものテカりやすい部分が艶っぽくなるくらいなので、どれもおすすめですね。ただ一番カバーしてくれるのはパリュールゴールドスキンのマットファンデかなって思うので、今度こちらと比較してみたいななんて思っているんですけど、これもまたツヤの下地と合わせて塗ったらもっと綺麗に塗るんじゃないかなと思っているので、今度その検証をしてみようと思います。どちらかおすすめするとしたら、やっぱりカバー力のあるこちらかなと思うんですけど、でもこれはかなり悩みます。こちらも素肌感のある仕上がりで、とても綺麗なんですよ。塗っている感とかもなく、素肌を遮れるみたいな仕上がりなので、両方おすすめしたいです。すごい高カバーっていうほどでもないんですけど、ある程度カバー力はあって、乾燥もしないですし、そこまでテカらないものがいい方はこちら、かなりナチュラルなファンデが好きっていう方はこちらがおすすめです。どちらも持ちがすごくいいかって聞かれると、最近検証したザーセムの方が持つかなと思うんですけど、私はこの仕上がりはとても気に入っています。それでは恒例のメイク直しをしていきます。このティッシュオフをした時にパサつきが出にくいっていうのもいいですよね。いつもメイク直しで使っているエトボスのパウダーで塗り直していきます。ファンデーションを塗ったばかりみたいな仕上がりに、ほぼ元通りになります。やっぱりすごく綺麗ですね。特別な日とか、パコスのゲランのファンデを使ってテンション上げたいみたいな日に使っていきたいなって思います。今回は2つの商品のまとめを一緒にお話ししてしまおうと思うので、別日なんですが撮影をしております。グローの方からお話ししていきますと、まずとても自然なカバー力だったのが良くて、メイクをしている感を全く出したくないっていう方におすすめかなと思います。
カバー力は本当に低いんですが、最低限隠したいっていう部分は隠してくれるので、すっぴんが綺麗に見えるような仕上がりでした。こちらもテカテカではないくらいのツヤ感なので、それも好きでしたし、あととても伸びがいいので、塗りやすかったなと思います。で、フルイドの方はですね、やっぱりグローよりはカバー力があるので、私の肌にはそちらの方が合っているかなって思いました。伸びがとてもいいっていうわけではないんですけど、濡らしたスポンジで塗れば普通に綺麗に塗れますし、両方ともに言えることなんですけど、毛穴落ちとかよりはほぼなく塗ることができたので、そこまで慎重に塗らなくていいっていうのもおすすめポイントかなと思います。どういった下地と合わせるかによりますが、私のようにツヤのある日焼け止めと合わせるとセミツヤくらいになりますし、あと今ここに塗ってるんですけど、結構しっかりマットになるので、潤いの少ない下地とかと合わせるとよりマットになって持ちも良くなるかなと思います。で、一番いいなと思ったのが両方に共通している点なんですけど、メイク直しをするとほぼ元通りになる点です。で、オフした時に皮脂だけ取れるような感じで、ファンデーションはそのまま残ってくれて、でその上からパウダーを重ねると、本当によれとかもなく、さらっとふわっとした肌に戻してくれるので、崩れ方が本当に綺麗だなって思いました。短所がほぼないんですけれども、あとこれは強いて言えばなんですけど、フローラル系の香りが強いファンデーションたちなので、しかもそれが塗った後も数時間は続くので、この香りが苦手な方は、ちょっと使えないかもなと思いました。私は全然大丈夫なので、特に困ったことはないんですけど、匂いに敏感な方は店頭で試してみた方がいいと思います。そんな感じでとてもおすすめできるファンデーションたちだったので、気になっている方はぜひお試しください。またパリュールゴールドスキンとの比較もアップしたいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいです。ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。